こんにちは。こんにちは。本日スカジャンです。スカジャンといえばこの方、スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。お願いします。松山さん、はい。今回はですね、2025年の春夏、もうそういう時期ですね。そうなんです。春夏が動き出してますね。もう、春夏のスカジャンを紹介したくて今日はやってきました。はい。ほやほやの新作が出てくるわけですね。そうなんです。楽しみです。はい。こちらなんですよ。はい。実は今私も着てるんですけどね、もう着てるなと思って見てました。そうなんです。綺麗な色使いがすごい特徴的ですね。これ。ホワイトドラゴンです。そうか、ホワイト、ついつい周りの色に目がいっちゃいましたけど、竜はホワイトなわけですね。まあ前カラフルですからね。あと黒いボディですから結構目立つんですけど、映えますね、こういうカラフルな色は。そうなんです。すごいいいですよね。で実は後ろなんですけど、後ろもホワイトドラゴン。色彩がすごい鮮やかな竜ですね。で実はですね、こちらにそのヴィンテージがあるんです。すごく刺繍の雰囲気が新品に近いような感じだったんで、そうですね、色がすごい残ってまして、今回はちょっとデッドストックの色糸を意識して作らせていただきました。じゃあこれがもう少し焼けちゃってる色だろうから、それの元はこうだったんだろうという想像が入ってるわけですね。そういうことです。鮮やかですね。この黒いこのボディにすごい映えませんか？いやー、なんか竜もホワイトドラゴン感がないですね。カラフルですごくひげが色がついてたりとかね。そうですね。もし白い竜とかだと大体他もなんか今色とか色々となるべく抑えてるものとか多いですけどね。これはもうバッチリもうカラフルにいろんな色と使われてるんですよね。これはもともとは何年代ぐらいのものですか？こちらは50年代初期ですね。古いんですね。そんな昔からこういうカラフルなものってやっぱりあったんですね。もちろんです、もちろんです。ただまあカラフルと言いますけども、そこまでこうどぎつい色ではないんですよね。やっぱりその日本の伝統的なそういう淡い綺麗な色ですね。なので一色一色見るとそこまで実はこうなんていうんでしょう、派手なビビッドな色ではないんですけども、この黒とかこういうのに合わせることによってこうバッと映えるような色なんですよ。そういうことなんですね。日本の色ってそういう色が多いですね。こちら見ていただきたいんですけど、顔がここにあるじゃないですか。でこう縦紙がぶわっとこう広がってますね。広がってまして、でここに胸があって、まあこう手がありますよね。手と言いますか。でこうぐるっときて、で一番下にこう尻尾がちょろっと出てますね。まあ雲とかに隠れてますけど、一応全身描かれてるんですよね。大きいですもんね。だからこう刺繍の面積が。そうなんです。で松山さんお気づきかもしれませんけど、東洋これ白い色糸を基調としたものは実は持ってたんですよね。同じ柄で。同じ柄です。まあ表情はちょっぴり違うんですけど、まあほぼほぼ同じ同じ工場さんというか同じ職人さんの手によるものだと思うんですけど、それのこのカラーバージョンというのを実は最近入手しまして、でもうすぐ復刻したくて実はやらせてもらってるんですよね。それがまあさっきのこれなわけですね。そうです。じゃあこれから見た時嬉しかったでしょうね。こんな色ついてんのがあるんだって思いますよね。びっくりして速攻入手しました。もうそうしたらもう作らずにはいられないみたいな。そうなんです。すぐやりたくなっちゃう。すぐやりたくなっちゃうんです。竜の刺繍って何パターンかはあるんですけど、結局ですね、こちらって顔は刺繍で埋め尽くされてるじゃないですか。そうですね、全部刺繍で。ですがこのボディの部分、その長いその体の部分っていうのはこう地の色を出してこう鱗だけこう刺繍してるんですよね。この白い線だけが刺繍で、黒い部分はこれ地の色、ここの色なんですね。ベースの生地の色なんです。そうなんです。であとですね、この炎とか玉とかもそうなんですけど、このすごいこのバランスといいますか、本当にこう日本画を見てるようなこのバランスですね。この炎かっこいいですね。先に向かうにつれて曲がりながら細くなっていくっていうね。すごいもう絶妙な計算もし尽くされたバランスを保ってるんですよね。赤っていう色をうまく使ってるんですよ。まあアクセントになってますね、炎がね。やっぱ赤ってやっぱ一番目立つ色らしいので、松山さんも着てらっしゃって目立ってますけど、そのやっぱりこの赤色糸をどこに持ってくるかっていうのがすごいやっぱり
本当のポイントなんですよね。こう全体の構図に対して。はい。まあそっか、こっちを赤にすることもやろうと思えばできちゃうわけですもんね。結局その赤は炎とあとこのベロのこう下の部分ですね。確かに。に使われてるんです。しかもここはなんかいろんな色が混じった赤ですね。で他はこうオレンジっぽいピンクといいますか使ってるじゃないですか。で結局ここがバチッと一番こうきつく出るんですよね。これも素晴らしいです。だから白い色糸だけの竜を見た時はこれは全然気づかなかったんですよね。これ見てびっくりしました。本当にすげえなと思いまして。あとここの特徴としましてはですね、この3本ライン、袖のこの太い線とラインとその横にこの細いライン、普通はこう1本とか多いですもんね。見比べると確かに3本ラインっていうのもこのスカジャンの特徴ですね。アラスカのスカジャンなんかにもサテンのアラスカのスカジャンなんかにも3本ラインというものがあるんですけども、こういうヴィンテージの日本のそのスカジャンに関してはやはり3本ラインというのは少ないですね。少ないですし、もっと古いものだとこのラインがこうちょっと幅が広かったりとかするんですけど、これはすごい着てちょうどいいこのバランスのラインの入り方してるんですよ。ヴィンテージはもちろんそうなんですけどね。もうこれをそのまま再現しているということなんですね。白に黒い線で。そうなんです。でよく見てもらうと分かるんですけど、この先ほどからおっしゃってるそのカラフルな色糸以外っていうのは実はモノトーンの白と黒しか使ってないんですよね。リブもそうだし、そうなんですよ。確かにそうですね。それがさらにこの刺繍のカラフルさを強調してるんですよね。今日の松山さんの格好を見ると、まあいつもですけれども大体黒じゃないですか。上から下まで黒で、スカジャンも黒入ってて、余計松山さんが着てるとこの色が際立つというか、全身黒なんで、すごい気に入ってますこれ。いやすごい鮮やか、目に気持ちいい刺繍ですね。やっぱり気になるのはリバーシブル面だと思うんですけど、もうそれはそうですよ。実はですね今回ヴィンテージに準じてズバリ両面やらせてもらってるんです。これの裏も。ちょっとすみません、いつもごとく版がいいですか。じゃあちょっと下の方から裏返しちゃいますね。いいじゃないですか。こういう感じ。オレンジという表現でいいですか。ちょっとくすんだオレンジなんですけど、オレンジ色のそのこの生地ですね、すごいヴィンテージの珍しいんですよね。でしかも裏面は胸も背中も和紙なんです。和紙で。でこの和紙がですねちょっと見ていただきたいんですけど、すごいこう愛嬌のある可愛らしい和紙なんですよね。くちばしもシュッと長くてね、なんかこの目がすごい愛らしくない。目もそうですね、三角目で。そうなんです。私もこの和紙すごい気に入ってまして、胸に関してもそうなんですけどね、すごい愛嬌のある可愛らしい顔をしてるんですよね。だからうまくこうデフォルメされてて、すごい自分でもこの和紙は気に入ってます。もう一回見てもらっていいですか。こちらですね。でこのオレンジのボディにですね、ちょっとこの羽の内側のこのちょっとこうグレーといいますか水色っぽい色糸だったりとか、あと松ですね。周りはこれ松の葉が散りばめられてるんですけど、すごいこちらのバランスが取れてるんですよね。松の葉の細い葉のね、雰囲気がすごい出た刺繍ですね。この緑の部分は。そうなんです。それがこのオレンジのボディに映えてるんですよね。またこのでも羽の感じも焦げ茶と水色みたいな、グレイッシュブルーみたいな感じですかね。コントラストが効いてて、これは面白いですね。いいですね。で表側と同様裏側も3本ラインなんです。これもヴィンテージに準じてます。で、オレンジにこちらシルバーなんですけど、リブがこちら赤なんですよね。なんか全体的にオレンジでリブも赤白っていうので柔らかく仕上がってる感じがしますね。そうなんです。そうなんです。でこちらこういった感じなんですけど、着るとさらにそのバランスといいますか雰囲気がすごい出るんですよね。なんかオレンジだと紺のジーンズとか僕みたいなね、合わせてもすごい合いそうな色ですねこれ。そうなんですよね。いいですよね。オレンジ大好きなんでね気になります、私これは。ぜひぜひ。もう一着紹介したいんですけどいいですか。こちらも実は和紙の
スカジャンなんです。これもこうすごく色の組み合わせとかが珍しいタイプですね。そうですね、いわゆる逆配ですね。ピンクのボディに対して袖下が黒、袖下の方が色が濃い組み合わせですね。よりこう高級感が増す感じですね、黒で締めると。そうですね、そうですね。で、しかもさっきの和紙っていうのはカラフルな色糸を使った和紙だったんですけど、そうですね、これね、こちらの和紙は白い色糸を基調とした和紙なんです。あえて逆に一色で、今一色ではないのかな、同じ白でも目の部分は黒だったり、くちばしと爪は黄色です。黄色で使っている和紙なんですよね。こちら今度さっきの和紙と違ってまして、結構キリッとした凛々しい顔をしてるんですよね。そうですね。このなんか眉毛なのかな、黒いピッと上がってますね。背中もそうなんですよ。こちらなんですけどね、凛々しいですよね。睨んでますね。でしかも運針でこの和紙を表現しているものですから、すごいこうなんか角度によって一色にも見えるし、この角度でいくと3、4色使ってるグラデーションかなっていうふうにも見えるぐらい、この光の当たり方ですごい表情が豊かで出るんですよね。でしかもこちらも松、さっきと同じ松なんですけど、この下のに桜が実は隠れてるんですよ。この色がね、桜っぽい色ですもんね。ちょうどいいですね。でもあえて刺繍には桜は使ってないのかな。そうですね。そうです。白い色糸で表現してるんです。でこれがこのピンクと黒のボディ、あとリブもですね白黒ですし、モノトーンですし、このパイピングもモノトーンの白と黒のモノトーンのパイピングを使ってるんです。なのでこのピンクのボディ以外は実はくちばしは黄色ですけど、それ以外はもうモノトーンなんですよ。基本色はもう白か黒っていうことですね。そういうわけでこのピンク色の生地を使っているにもかかわらず、すごいこう硬派なピシッとこう締まった感じがするんですよね。いいですね、珍しいです。僕はそんなに見たことないピンクと黒の組み合わせっていうのは。そうですよね。ピンクに黒っていうのも、ヴィンテージのそのアメリカンヴィンテージ、50s なんかにも特徴的な色なんですけど、そうですね、ピンクかける黒、もしくは黒かけるピンクっていうのは、その色使いだけでガッとこう値段が上がるような色使いなんですよね。そうなんですか。やはりなんか特別な雰囲気っていうのがありますよね。これがまた着るとすごいかっこいいんですよ。男性でも女性でも気軽に着れる色だと思いますね。色味的にもそれは言えるかもしれないですね。そうなんです。いや面白いですね。さっきはすごい多色と、今回は潔い一色と、でもどっちもどっちで優劣つけられない、それぞれにちゃんと特徴があっていいですよね。キャラクターが立ってる感じのスカジャンです。このピンクボディの強烈なねカラーの裏というと今ちらっとそこから見えてるんですけれども、ぜひそっちも見せてください。やっぱ気になりますよね。お願いします。すみません、お願いします。よいしょ。リバーシブル面なんですけどね。比較的ベーシックな色ですね。こっちは。ブルーベースなんですけど、こちらですね。胸には竜と虎。例えばこれもかなり愛嬌のある竜と虎ですね。そうなんですよ。すごい可愛らしくデフォルメされてるんですよね。この竜も虎もちょっとこう笑顔に見えません？ちょっと笑ってるように。そうですね。言われてみればっていう。で気になる裏背中なんですけどね。一応ランドスケープ風景柄ですね。上にジャパンともちろん書いてありまして、このジャパンも特徴的なジャパンですね。なんかね。であと富士山がありまして、あと五重塔ですね。五重塔。で注目していただきたいのが、一番下の方にあるこの花。これが花ですよね。一般的には桜とかが多いと思うんですけど、でも明らかに桜ではないですよね。こちら実はボタンなんですよ。あんまりこうボタンと言われてパッと思いつかないんですけど、花の形がぼってりしたこんもりした花っていう、でもそのこんもり感は確かに出てますね。しかもボタンっていうと大体赤い色があるじゃないですか。そうですね、ピンクとか赤とかが多いと思います。なのでパッと見気づかないと思うんですけど、これはもう間違いなくボタンなんですよね。ブルーですもんね。
色もちょっと珍しいんですけど、ちょうどここのこの刃の形見ていただくと、これ明らかにボタンなんです。ただこの周りにちょっと散りばめられているのは桜も少しあるんですけど、このこれは3つあるのかな、この花があって、あとこの葉っぱ。すごい、奥が小さくて手前が大きくて、花もこう遠近法をしっかり使って、そのさらに奥にこういう五重塔があったり富士山があったりっていう、むちゃくちゃ奥行きのある構図になってるわけですね。これスケール感がありますよね。そうか。私が本当ボタンの花を刺繍されてるスカジャンっていうのは、これしか実は見たことないですね。あ、そんなに珍しいものなんですね。桜松っていうのは植物では有名ですけど、菊なんかもたまに見たりとかするんですよね。だけどボタンっていうのは本当これしかないですね。これ何年ぐらいのものですか？これも50年代初期ですね。50年代初期なんですね。そうなんですよね。この五重塔の中がブルーの、これは糸ですか、地ですか？これは地です。地のブルーが出てるんですね。そうですそうです。それなんかすごい面白いですね。ブルーの地生かしってあんまり見たことないかもしれない。そうですね。やはりここ刺繍で潰すよりも、この穴を開けて、その窓の立体感っていうのを出した方がいいと思って、当時の職人さんも抜いたんじゃないですかね。すごい面白いですね。しかもこれリブがグリーンなんですよ。昔のスカジャンの雰囲気ですよね。全然関係ない色持ってきてるっていうのはヴィンテージですよね。そうなんですよね。こちらもすごい着るとすごいおしゃれですよ。これ本当に全体はブルーと白で王道の色じゃないですか。スカジャンといえばっていう感じの色ではのボディなんですけれども、刺繍がすごく前も後ろも見慣れないというか珍しい。パッと見気づかないんですけど、よく見ると結構珍しいです。本当になかなか他には見られない特徴があるんですよね。通っぽいですよね。そこが逆に青と白ね、スカジャン王道だよねって言いながら、わしでも虎でもなく竜でもなくこんなランドスケープが出てきたら、なんかすごいなっていう、いいの着てんなって感じで見ちゃいますね。珍しいの着てんなって感じですよね。今日は2方紹介していただきましたけども、2025年春夏の新作、春夏コレクションの第1弾という感じですかね。そうですね。もうそろそろ春が近づいてきている時期ということになりますが、発売ももうそろそろ出てくる感じですか？店頭に並ぶか並ばないかっていう時期だと思いますね、今。もうそんなにすぐ出てくるんですね。そうですそうです。お店行ったら並んでるかも。もうそこからじゃあもう一気に加速して春へ突入していくわけですね。スカジャンとともにスカジャンが春を連れてくるということになりますね。これでそういうことです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。